天才一人じゃ生まれなかった？大発明を支えた名脇役。皆さんは発明家と聞くと誰を思い浮かべるでしょうか？発明王トーマス・エジソンや交流送電システムを開発したニコラ・テスラなど、天才と呼ばれる著名な偉人を思い出すかもしれません。しかし、発明とはたった一人の天才によって成し遂げられるわけではありません。今回はそんな大発明を支えた名脇役にスポットを当ててご紹介します。それでは早速いきましょう。ハンス・リッペルハイ。この方をご存知でしょうか？リッペルハイは実用的な望遠鏡を発明したとされる人物です。望遠鏡の発明といえばガリレオ・ガリレイだと思う方もいるかもしれません。しかしながら実は1608年にオランダのメガネ職人リッペルハイが望遠鏡について最初に特許の申請を行ったという記録からハンス・リッペルハイが発明者と言われています。そしてこの発明を聞きつけたかの有名なガリレオ・ガリレイ。彼は望遠鏡を自作し、それを使って天体観測を行いました。そしてその記録を1610年に正解の報告という書物にして発表します。ガリレオは望遠鏡で月にも地球と同じように山や谷があること、天の川は多数の星が密集していることなどを発見したり、木星の衛星を発見したりしました。この発表により望遠鏡の発明者イコールガリレオというイメージがついているのかもしれません。余談ですが、望遠鏡は天体を観測する天体望遠鏡だけでなく、スポーツ観戦やバードウォッチングなどで使用されるものは地上望遠鏡といって、これらをひっくるめて望遠鏡です。望遠鏡の開発の歴史に話を戻しましょう。13世紀のイギリスの哲学者ロジャー・ベーコンの著書には、レンズの拡大作用についてや老眼鏡としての有用性について書き記されています。そのことからリッペルハイが望遠鏡を発明した当時、望遠鏡の仕組みに関するヒントはすでにあったと考えられます。そしてベーコンのいた時代からおよそ300年後、オランダのメガネ職人リッペルハイはレンズを組み合わせることで遠くの景色が大きく見えることに気がついたと言われています。そうして望遠鏡を作り、1608年にはオランダ政府に機械の技術を披露し特許を申請しました。リッペルハイが作った望遠鏡は大レンズと凸レンズを1枚ずつ組み合わせた作りで、遠くのものが観察できる屈折式の望遠鏡でした。ところが同じくオランダの技術者ヤコブ・メチウスもリッペルハイからわずかに遅れて同じ仕組みの望遠鏡の特許を申請し、2人は特許権を得ることができませんでした。しかしオランダ政府はリッペルハイの望遠鏡のその性能を高く評価し、報酬も出されました。そして彼は実用的な望遠鏡の製造・販売を行ったのでした。ここまで話したように、特許は認められなかったものの特許を最も早く申請し、望遠鏡の普及に広く貢献したのがリッペルハイだったので、彼が発明者とされているようです。今回は望遠鏡を発明したハンス・リッペルハイを紹介させていただきました。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。